皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカ大統領選の前に行われる討論会について取り上げていきます。今回討論会に出席したのは、共和党の側がトランプ氏、そして民主党の側が現職のバイデン大統領です。本来討論会というのは、それぞれの政治課題などについて、どのような考えを持っているか戦わせるような場です。しかし、今回の討論会で最も注目されたのは、バイデン氏の年齢的な問題、衰えが非常に強く出て、大統領の職務を執行するのはもうちょっと難しいんじゃないかということを思わせるような年齢問題でした。まず原則論として、誰がどのように年を取るかは人それぞれですから、80歳であろうと90歳であろうと100歳であろうと110歳であろうとも、体の衰えを全く感じさせないような人も当然いるでしょう。しかし、一般的に言えば、年齢が上がれば上がるほど体も衰えるし、頭のキレもなくなりやすくなっていくものです。今回討論会を行った2人はどちらも後期高齢者の年齢に達しています。バイデン大統領が81歳、トランプ氏が78歳。どちらが大統領になっても現職大統領としては最高齢を更新することとなります。今回の討論会、その前半部分で特にバイデン大統領の衰えといったものが強く出ていました。例えば私の場合だと英語で何を言ってるかわからないので、同時通訳の人の言葉を聞いて、今こんな話をしているんだなというのを把握していくわけですが、しかしバイデン大統領の発言そのものが明らかに声量が小さく、そしてしわがれた声で、同時通訳の人もどう訳すべきかちょっと迷うような言葉遣いといったものも感じられる発言がいくつかありました。それは討論会の趣旨であるどのような論点で戦うかといったその前の段階で、この人ちょっと大丈夫かなという政治家以前の心配をさせるような姿でした。このような印象というのは当然のように非常に討論会におけるマイナス評価へとつながります。アメリカにおける報道でも普段は民主党の側の意見を伝えるような報道機関であっても、バイデン大統領のパフォーマンスが非常に悪いといった評価を下していました。当然のように共和党の意見を伝えるような報道では酷評の嵐でした。ちなみに現在のところ正式には共和党も民主党も大統領選挙に誰が出るかは最終的な指名は行われていない段階です。しかし、このような高齢者対決になったという姿を見れば、当然のように誰もが思うでしょう。もっと若い人でエネルギッシュな人はどちらの党も出せなかったのかと。共和党の側はトランプ氏が党そのものを自分のために作り変えているような状況ですから、ちょっと難しかったでしょう。一方において民主党の方はバイデン氏が政治経験の長さを生かして資金調達を非常にうまく進めて他の人を寄せ付けないような状態になっていました。また伝統的な話として1期大統領を務めた後において2期目に挑戦するのはいわば当然かのような認識があり、バイデン氏が1期終わったからじゃあ次の人を民主党の代表にして大統領選挙に臨もうという姿勢が現在の党にはなかったという問題があります。しかし今回の討論会を見る限りは1対1でのこの討論会の形式を2回3回とすれば当然のようにその都度同じようにもうこの人ダメなんじゃないかといった認識が強く広がりますから、民主党は今のうちに大統領選挙に誰を出すかを考え直すべきでしょう。おそらくそうしなければ政策論それ以前の問題として大統領選挙では話にならない状態になってしまうかもしれないのです。とはいえ、政策面についてのお話もしておきましょう。まず第一に注意しておかなければならないのは、どこの国における選挙においてもそうなのですが、まず一番注目されるのは、その国の中における国内問題です。現在のアメリカであれば、不法移民、次に物価高、このあたりが大きな政策課題となっています。それに続く形で人工妊娠中絶問題。その後になってようやく国際情勢に対する問題で、イスラエル情勢に対するアメリカの関与をどうするのか、そしてその下にようやくウクライナ情勢についての話が来ます。アメリカの国内政治と深くつながっているという意味で、イスラエル情勢の方がより国際情勢の話題としては上位に来ます。ちなみにアメリカ国内の政策に関しては、どちらになってどう変わろうともあまり日本とは関係のない話が多いのですが、経済面や日本との外交面においては大統領が変われば当然のように影響は受けるので、その点については注意深く見ておく必要があります。
なお、大統領が変わった場合においてアメリカ経済がどうなるかについてなのですが、政府の政策がどうであろうともアメリカ企業が非常に強力であるといったことには変わりはないでしょう。例えば現在アメリカ経済を引っ張っている大きな話題としては、生成 AI とそれに付随する半導体の話があるわけですが、これもまた大統領が変わったからといっていきなり大きな変化は起こるわけではありません。当然のようにそれ以外のビッグテックと呼ばれるような企業たちも大統領が誰になろうとも世界市場における強大な力はあまり変わるわけではありません。米中の経済紛争といった問題はあるわけですが、これもまたやはりボディーブローのように悪影響はもたらすものの、こちらの方は株式市場や経済全体といった問題よりは関税を掛け合い、それに対する報復関税といったものを繰り返すことによって起こる物価高問題といった問題へと発展し、日本国民にはあまり関係のない話として気にしないでよいかもしれません。あと日本への影響として大きく出るであろう話としては、日本に対する防衛費のもっと急いで上げるという要求や、もしくは在日米軍に対する日本側負担の増加です。この話題については以前トランプ氏が現役の大統領だった頃にすでに方針は示されていて、バイデン大統領の時にはその方針はあまり強く打ち出されませんでした。再びトランプ氏が大統領になれば、日本は自分の国を守れる程度の防衛力は持ちなさいと言われるでしょうし、その一方でまた在日米軍の駐留経費については日本で全部持てぐらいのことは言われる危険性があります。まあこういった大統領が変わったらといった話については、まだまだ大統領選挙そのものが先の話ですから、ちょっと気の早い話題かもしれません。この後民主党がバイデン大統領のもう一回挑戦へとつながっていくのか、それとも全く別の人物を立てて大統領選挙を戦うかによっても結果は変わるでしょう。ただ、今回の討論会の様子を見るだけで言えば、バイデン氏はあまりにも衰えており、政策動向の話以前にアメリカの有権者からの票を得られないのではないかと私には見えました。というわけで今回の動画はここまで。アメリカの大統領選挙に向けて現職のバイデン大統領と共和党のトランプ氏が討論会を行いました。この討論会においてはバイデン氏の年齢的な衰えが非常に強く印象づけられる討論会であり、アメリカのメディアは一斉にバイデン大統領を酷評しています。それは決して誇張ではなく、実際に見た私から見ても全くその通りだと思えるようなひどい内容でした。このままアメリカ大統領選挙は超高齢者対決になるのか、それとも違う候補者へと急いで切り替えるのか、このあたりどうなるかはまだまだ不透明です。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が見合ったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。